では、細指の植え替えを行います。まず、針金で木と鉢が固定されていますので、その針金を外します。あと、ここら辺の針金を切ります。はい。針金ゴミは分けておいて。あれ赤い、あれ鍵どうしたっけ私。鍵。寝かき棒を使って、鉢から抜きます。刺して、倒して、左手で引っ張り上げると、てこの原理で、あんま力を入れずに出てきます。いやー、すごいね。パンパンだね。コンコンですね。コンコンですね。ほぐします。まずは、鍵を横に倒して、表面の土を崩します。肥料カスだとか雑草とかがあるので、これらをガツガツ取ります。根元に生えてる苔も一回きれいに取ります。また生えてくることもあるし、また飾るときに貼り直せばいいので、苔はさ、まずは植え替えのとき取り除いちゃいます。苔は放射状に伸びてるので、この根の向きに揃えて鍵を引っかいていってください。苔は苔根は放射状に伸びている。根が放射状に伸びてるので、はい、苔はちょっと私、多分根っこは放射状に伸びてるので、根の向きに揃えて鍵を引っかいていってください。はい。まず上を取りました。では横。いやー、びっしり。上からやっていく派ですか？上からやっていく派。だけど、下からやった方がほぐしやすい。で合ってます？わかんない。俺は、下からってやっぱ言われましたね。そう。でも。やっぱ下からが基本なんだ。どうなんですかね。でも最近こういうのをやってて思うのは、根っこの生えてる順番でもいいのかなとか。根っこの生えてる順番？結局上から横に鉢の脇に当たるまで伸びるでしょ？放射状に。その後下に向かっていって、で、そこから、鉢底からぐる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 回っていくじゃないですか。だから、どれぐらい回ってるかにもよると思うんですけど、あんまりすごいやつは横からの方がいいのか、下からの方がいいのか、木によって違うのかなーって最近思ってます。深く考える派ですね。私は、結局ここ半分以上切るじゃないですか。大体ね。いい木だったらいいんですよ。いい木だったらちゃんと丁寧にする。なんていうんですかね。まともに作られてきた木って、根っこも大体まともにさばいてるので、苦労しないじゃないですか。もう細かくなってるってこと？もそうだし、底根は取られてるし、
ある程度こうね、うん。やりやすいじゃないですか。はいはい。だけど、結構大変なやつってありません？ほうほ真下の根っこもいっぱいついてて、みたいなのとか。うんうんあとはね、うんうんよくあるのは、牢屋柿の接ぎ木のやつなんかだと、う。うんうん。ポットでそのまま太らせてぐるぐるになっちゃったやつ。ああ、はいはいみたなのとかはいはい。太い根がぐるぐるしてるだけのやつ？そうそうそう。トイジュバイとか？そう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 う。んうん、あるある。そうすると結構難しいかなと思うんですよね。あ、確かに、ぐるぐる系は慎重にならないとダメだよね。ですね。ですね。さて、こいつはどうかなっていうところで。もう、駒弓は細かいから、バリバリいってるんですけど。植え替えには、安いハサミを使いましょう。砂とかが砂利が入ってて、ハサミを傷めるので、うん。こういう切り方、今やってるような、うん。土も根っこもいっぺんに切るときはね、いいハサミ使うと刃かけますからね。あ、なるほど。もう、あれこれ全部ちゃんと土をかき取ってからいいハサミで切るってこと？そうそう。さすがだね。さすがですね。ある程度、まあ、こんだけコンコンのやつだとそうはいかないんですけど、うん。ちちゃんとやってますね。ゃんと溶かしたみたいに、紙を溶かすみたいに綺麗に溶いた後だったら、はいはい。普通のハサミ使っても問題ないのかなと。なるほどね。さすがですね。私は、もう、土ごと一回切って、で、一回り小さく切るじゃないですか。うんうんそうするとまたほぐしやすくなるから、うんうんそっからまたもう一回根かきで綺麗にやって、うんうんもう一回り二回り小さくしていくっていう手順です。はいはい。で、もちろん土ごと根っこを切るので、うん安いハサミを使っておりまうす。ん、僕もこうやってやることはありますよ。ほうほう。知らない木だとあんまりやらないんですけど、ほう。知ってる木ならやりますね。知ってる木？自分が育ててきたってとか、自分家で大量に作ってるやつとかだと、うんうん。もう大体こいつはこういう傾向なので、うん、底根はないのでやっていいとか。ああ、なるほど。これ底根があると、うん。バツンって太いとこ、まあこんだけ根っこあれば、そんなに問題ないんでしょうけど、底根があると、それ切ったら、あれ全部取れちゃったみたいな、はい悲惨な結果がたまに待ち受けてるので。はいはい。長寿梅、牢屋柿ね、ほんとそう思いまそれす。系もそうですし、駒弓とかでもそんなことある？こんだけ根っこちゃんと横に出てるのが最初に見えてれば特に問題ないとは思うんですけど、なるほど。知らない木は怖いですね。あ、そう。そうね。でっかいなあんま切れないという木が大きいなハサミが疲れるんですけど。安いハサミは疲れます疲れるんですけど、重たいし。角を切ったりしますね。角？そう。真ん中もバツンといくんだけど、本当に早くやりたいときは、なんですかね。もう、ここを切っちゃうんですよ。はあ、はこの角のところ。あ、それでもう、そうすると大体取れるっていう、ちゃんとできてる木は。あ、面取りみたいな。そう。はいはい。そうすると結局そこから下に向かって伸びてるでしょ？うん。なので、もう大体ベロンって取れるっていう。で逆に、やりすぎると、マジで根っこ全部消えるっていう。そこは気をつけないといけないんですけど。結構ね、
これが多分一番雑なやり方ではあると思うんですけど、早いは早いですね。あ、でもやります。私もよくやる。力ずくで切っております。さあ、じゃあ、もう一ラウンド。ここの根が切れるかどうかですよね。うん。取れるなら取っちゃいたいですよね。なんか横向いてますからね。横向いております。一応だからその辺重点的に取ってますね。はい。大変そうです。こういう時に一本棒の方がやりやすかったりするんですけど。ああ。ため息みたいなのが出ましたけど。そうね。やってみます？縦にズブーっと下まで差し込んで、ボロボロボロって取れるんですよ。そういう使い方なの？そうです。結構力づけでぐーっと下まで。これアルミなので、根っこを刺してもあまり傷つけないよという。こういうこと？そう。へー。あんまりやったことないですか？ナイス。へー。あへー。へー。こう、ほぐしながら。そうです。へー。少しずつ端から。細いにはかなり根っこが細くて密集してるから、やりづらいはやりづらいんですけど。あ、でもなるほどね。あ、なるほど。結構ごっそり取れるでしょ。なるほど。これがやっぱ早くてですね。なるほどです。ここがこの一本棒派ですね。大きいやつでも？大きいのは特にそうですね。ああ、なるほど。竹の長い棒とか、大きいのって大物盆栽。ああいうのは特に。へー。長いので、下までズブっと入れて、ごっそり取れますね。ああ、でも確かになるほど。確かに。こうやるのね。大きいやつは。なるほど。確かに。いろんなやり方ありますよね。なるほどね。本当だ。すげえ。だから、他の人にもいろいろ聞いてみたいけど、最近、さつき屋さんに聞いてみたいなと思って。あの人たちは、根っこ、水でジャバジャバ洗いますからね。あれ、あんまりやらないよっていう人の意見も結構聞くんだけど、毎回はやんないよって。畑の土を取るときだけだよ。あ、そうなんですか？監督今この一本棒に今感動しているところです。やりやすいですか？やりやすいっす。これってここで金槌で打てるようにこうなってるの？なのかな？どうなんですかね。持ちやすいようにくらいじゃないのかな。あんまり金槌で打ってもようなことはしないですよね。根っこ傷つけちゃうから。そうなの？読む時とか細かいの大変だからね。大変ですね。もうちょっとで底根をやるところまで行くと思うんですけど。判断したんだけどさ。そう。2倍速でとりあえず見てみた。なんか最後の管理が見たいんだよっていう時に。では、底根を切ります。検証になるっていうかね。ねえ。マジでね、毎回この時期はなりそうになりますよ。ほんとなんか、ここの手の筋肉が発達しそう。
サンドイッチってなんだね。手入れがね、上階がね、2分の1だから。その間に他の作業が入って。何が今日？鬼監督ですね。そうなの。普段作業量考えたら大したことないでしょ。普段でもまあちっちゃいのだからかな。そっか。この大きいやつのさ、なんですか、このハサミのこの握力もこう違うもんですよ。こんないっぱいバイバイ切んないもんね。本当はあれ考えたんだ。ロシアンルーレット上かどういうこと？い。6個ぐらいいろんなのがあるんでね。サイコロかなんか振ってね、そので出たものにやっと上書いて。どれかドボンなんだ。そうそう。やったら1個大きいのが入ってた。1メーターとか。挑戦動画。でもさすがにそれ1本で終わっちゃうなと思って。終わらない。あとは鉢抜き、鉢から木を取り抜いて1本だけ袋敷とかさ、下法が入っててそういうドボンなんだ。そういうの考えた。風呂敷、愛玩老人とかだったら嫌ですね。いい木でそんなに植え替えないのかっていうとかね。もうピッチピチに入ってる。どうする？鉢取る、木取るみたいな。一応選択肢でハンマーで叩いてもいいよって。ちょっと相談していいですか？お家の人と相談していいですか？壊れる一歩手前の力だ。あれ結局ここがよく見えなかった。うん、まだ見えないですね。そこは取っても良さそうな気もするけど、一か八か取っちゃうか。まあ、一か八かでいい？だって今ね、その下の根っこも結構出てそうですね。時期は最高だよ。今取らなきゃ取るんだってことになる。じゃあ取りまーす。それでいける？無理じゃね？もう一回大きい。開かない。ちょっとそのココア型じゃ無理ですね。これ大丈夫？待って。こちらで。でかっ。結構でかいのね。商品でも使うよ。へえ。もう時期が最高だからもう全然もう切って OK。そっか。案外大きいの取った後って崩すの楽なんだよね。これどうなってんだ。よいしょ。あ、この辺なんか裏でしょ。多分これその辺今のにしてとかないと将来的にちっちゃい鉢に入んなくなっちゃう。大丈夫。細い実はその辺太いの切っても怖くない。今度太いの切るの怖い木やろうか。金銅梅。金銅梅。金の場合ってどうなの？やっぱ根っことつながってるからってことですか？そうそう。なんだろうね、イメージは根っこと枝が直結してるようなイメージなんだよね。わかで、その根っこを取るとそのに繋がってる枝がスポッと枯れるっていう。ダメだったか。そう、一か八から切るの。何なんですかね。金銅梅、あと嫌なのがブナでしょ。ブナもそうなんですか？ブナはコネのないところで切ると太いところで出てこないとかってやつだから。骨のないところで切ると。だから太いのをボンって切ってそこにさ、帰りだったらさちっちゃいのが入ってくけどブナは入ってこないっていう。あ、そうなんだ。嫌いなのは金銅梅、ブナ。あ、大丈夫。切ってきた。違う。挟んだ。肉を挟んだ。やりませんもうさ、安いハサミあるある。ここに指を挟むっていう、肉を挟むっていう。あの辺の使い心地までは考えられてませんからね、安いハサミは。ここがくっついてる系のハサミだからってことですよね。そこにわかんない。使い方の問題じゃないの。私監督は挟まないですか？よく挟むよ。っていうかさ、指も切っちゃうもん。
指も切っちゃうの？そう、皮で止まると、ああよかったと思うんだ。たまに血が出ちゃう左手を切っちゃうってこと？の。そうそう、松なんかよく切るよ。あーやべえとか調子に乗ってて、やべえとかって。わかる。なんかわかんでしょ。わかる。松の時切っちゃう。で、その時に皮だけだと、ああよかったと思うんだ。たまに血が出てくると、ああやっちゃったって。地味にそんなことやってるんですね。うん一人で。ああ。そうだ言ってる結構太い根が出るもんなんですね。駒弓の。これしばらく植え替えてなかったか、うん畑にしばらくあってそうなっちゃったのか、そっか。前の人が何の手入れもしなかったのか、そっか。結構掘り進めているのにまだなんかすっきりしないんですけど。本当の米みなんかそんなもんですよね。そっか。もうそこからバリバリ削っちゃっていいんじゃないの。ちょっとね、一回下の泥を片付けていいですか？つなげる。ちゃんと私の格闘した時間も映してくれますか？別に流すなんでこんなでかいの持ってきたんだって。まだまだ根っこが厚みがあります。厚みがあります。すいませんね。きれいにしてもらったばっかりなのに土が飛んでおります。大久保バサミは、うち、大久保バサミ切ってたよね。大久保バサミ？大久保バサミって大久保バサミ？なんすかそれ？でっかいやつ？そうそう。生け花とかに使うような。こんな感じやつ。これのもうちょっと大きいやつ。こうやるやつ？で、ガツガツね、来てる。あー、生け花用のあれですか？でっかい持ち手の。これからへー。大久保のね、こんな感じ。大久保バサミいつ使うんだろうと思ってましたよ、私は。もう一回り。もう一回り消す。そこの真ん中徹底的にやる？なんて言うんだろう。木の真下。うん。ああ。入りから削りに削られても取り木の跡が見えるっていうかそこねはしっかりやりますね。もうそこからバッチリやっちゃっていいから。でもやんないとやっぱ良くなんないですよね。こんな感じで合ってますよね。やってますよ、いつもそうって。こうですよね。そこら辺は全部大久保バスに来てる。ガツガツガツあ、ガツ。大久保バサミね。でも結局、最後まで書き取って、結局この、また枝でガツガツいくんですけど、私。うん。底根の太いやつは。はいはああ、その辺は全部大久保バスに一気にいけるよ。大久保バサミ万能。でもそうですよね。これぐらいの太さならいけますもんね。大きい盆栽の時って、底根はどうやって見てるんですか？こう、ぐっと斜めに倒す。ああ、はいはい。ちょっと押さえてねって言いながら。い。うん。あ、二人がかりで？そう。あ、そっか、そうなるんだ。一人で押さえながら結構辛いから、もう、その時はもう、盲目みたい。見ないでやるっていう。こんなもんだろうって。それは不安だ。そういうことか。でも大抵だからこう、寝かしながらやるんじゃないみんな。
これ2本の木1本にしたんだろうな。違うか、1本か。不思議な怪しい木。なるほど。そうかも。ってこともう少し太らせると完全に癒着して分かんなくなったな。昔うちにあった木、カエデが2本くっついてた草冠なんですけど、なんかね、木が若い時に買ったらしいんですよ。何十年も売れ残って、木が古くなってきたら肌が全然違うんですよ。ここに結構あるよ。こういう他の色が違うとか。一番もっと広かったのは欅とカエデを一緒にくっつけたんだっていう。そんなのあるの？どっかのショートに遊び半分で作ったの。あと今うちに本当にあるのは黒松と赤松の草冠とか。そこまでで種類違うまでいくとすごいですね。もうここまでとも開き直ってんだ。古い木でってことですか？そこそこで今度持ってこようか。それやる？でもでかいですか？中品サイズ。ギリギリ植え替えできる。私が？うん。一応3部作にするから。植え替え3部作。自分でやるのがめんどくさいからとかじゃないですよね。そんなことそういうのから持ってくるっていうのを考えられる。そんな比較的まだ細いからそんな難しくはない。そういうのだとね、本当大変ですからね。そうあとね、松は幹に触っちゃいけないって言うじゃん。でも皮取る派だから関係ないのか。皮か。皮取る派だっけ？皮厚みがあるところ取っちゃいますけど。じゃあ上からガシガシ触ってさ。なんか上から元が細くて元細に見えちゃったりして。なんか曲がってるところの内側とかさ、皮で曲が見えなくなっちゃうじゃないですか。そこか。そういうところは取りますけど。じゃあ植え替えする時の立ち上がりの10センチぐらいのとか持たない？さすがに気をつけてると思うんですけど、足元の皮ってことですよね。そう。いや、ちゃんと気をつけてると思いますよ。ちゃんと根っこを持つようにしてる。はい。妙な間があったり。多分はい。持ってこようかな。多分。あんまりでかいのもやんないでしょ。やんない。挑戦。挑戦。もういいかな。そんな自信なさげに言われても。もういいかな。結構取ってもう大丈夫じゃん。もう許してくれますか？オッケー。これ1本でしたやっぱり。1本か。珍しいんだじゃあ。ちゃんと1本です。